This is 令和。6月ですよ。ワンマウスアゴーでしたか。よーし、漫画先輩やって噛む。よーし、やっていこう今日も。みんなに漫画をお伝えしていくぞ。Your Question にいっぱい答えていたので、本題の方がなかなか進んでいなかったけれども、今日はメインコンテンツを GO! ストレートしていこうと思っている。さあ、じゃあこれまでの何を話していたのかというストーリーをもう一回確認してみよう。チェック with me。まず話ね、漫画ストーリーメイキングにおいて、まずは一番最初のページには情報が必要だったよねと。どんな情報がいるのか。まずは風景、ストラクチャー、構成、構造。全然違うことが出てきた。ランドスケープ。あ、ランドスケープ。そう、ランドスケープね。そしてキャラクターの情報を入れましたと。で、進んでいきそうなんだけれども、まだモアインフォある。それが今日言うのは何かというと、リレーションシップ。多分もう一人ぐらいモアキャラクター登場、アペアするんじゃないのかなと思っていて、例えば彼ともう一人、このキャラクターとこのキャラクターの2人のやり取りをリレーションシップを書いていくっていう、そういうことになることが多いんじゃないのかな。主人公とメインキャラクターとサブキャラクターの場合もあるし、エネミーの場合もあるし、書きたい2人のリレーションシップであるのだと。Your favorite relationship でいい。で、その時にどんな関係なのっていうのが結構大事。インポータント。ベリーインポータント。それはなんでかっていうと、例えばね、じゃあ、ここでね、ドキドキドキと、This is ドキドキ。これは、ハートビートのドキドキ。例えばじゃあ、ラブ。ね。This is love してるとするじゃないですか。で、その時に、彼女が何者かによって、ちょっとだけこのドキドキフィーリングが変わるんだと思うんですよ。ほんのちょっとね、彼女が年上の憧れの先輩。憧れ。感情がことすらできなかった。This is 憧れね。憧れの先輩なのか、それとも同級生、クラスメイトなのか、年下のガールなのかによって、ちょっとこれのドキドキフィーリングがやや違うと思うのね。なので、ここのリレーションシップがちゃんと伝わるっていうのがベリーインポータント。ね、でもディフィカルトでもある。でね、その時に今回僕がポイント、This is ポイントで後輩たちにね、お伝えしたいことは何かというと、よくやっちゃうのは、This is マドンナってこう書いてしまうのは、ちょっと情報の出し方としてノーインタレスティングだと思うんです。なので、これを This is マドンナってこうやって説明するのではなく、マドンナなんだなっていう This is マドンナっていうフィーリングにしてほしい。ね、そのためには演技をしなくちゃいけない。アクションの中で How マドンナを伝えていく。例えば遠くからマドンナみたいなロングディスタンスっていうので、その This is マドンナインフォを読者にリーダーにデリバリーするっていう、それが大事なんだよと。情報を渡すためにはそうやって遠くから見守るロングディスタンスフィーリングをね、読者に届けることでこのリレーションシップインフォを伝える。これが何より大事なんだ。で、それが意外とできてない人が多いので、その関係性がわからないまま、ノーリレーションシップなままいきなりドキドキフィーリング書かれても、ちょっと読者にここはリーダーに的確に伝わりきれ、受け止めきれない。どんな感情なのかなというのがわからない。ノーアンダースタンドであると。そしてもう一点、じゃあリレーションシップって何なのと。じゃあリレーションシップって言った時に何なのかっていう時に、これは大事なのは彼にとってどんな存在なのかですよね。どんな価値を持っているか、バリュー。そう、How value なんですよ。そう、価値。結局これって重要性なんですね。彼女がどういうような形で重要なのか、彼にとってimportant for him っていうのが伝わるのがとっても大事なんだよ。あとはもう一個、これがね、例えばスクールとかだったら割と関係性っていうのも見てきやすいと思う。クラスメイトなのか先輩なのか後輩なのか
スクールの中では分かりやすいと思うんだけど、もう一個ファンタジーの世界の場合は、ここがじゃあファンタジーワールドでこう恐竜飛んでてとかなんかね、ファンタジーワールドであるんだったら、その世界においても彼らがどんなリレーションシップであるのか、その世界の中で彼らがもうどうでもいい存在であるのか、ノーバリュー存在なのか、それともある程度重要なインポータントポジションの存在なのか、そういうことが分かっていくと、さらにどんな感情なのっていうのがエモーション、フィーリングが的確にこの後受け取っていけるぞということ。こっから先はもうね、ここでだから大体の土台は揃い始めた。もう伝える、最初の時点で伝える情報っていうのは大体こんなもん。ね、ここから先はじゃあこの彼らでどんなストーリーが展開していくのか。これはまた次回以降、ネクストタイムにフィーリング。よしさあ、反省会ですかとりあえずまとめてほしいですね。とりあえずまとめましょうか。まとめると、まず風景、ランドスケープ、ビュー、キャラクター、そしてキャラクター with リレーションシップ。この3つ、リレーションシップのポイントは、インフォを説明しない。ダイレクトデリバリーの、ね、アクションで伝える。そうそうそう。じゃあ今日のまとめとしてはですね、アクションで関係性を伝えていこうと。リレーションシップ、インフォメーション with アクション。満足。satisfy。誰が先輩じゃあまたこの続きも書いていこうね。こうやって進んでいく間にどんどん話ができていったら面白いよね。サティスファイ。さあ、じゃあ画面右下にいいねボタンがあるので Please push。 あとは画面下にレッドボタンがあるのでぜひそれも待ってます。あとね、 Everyone question very come、welcome しています。それをね、でも送ってもらったやつは多くの人たちにもみんなにも共有したいなと思っていて、よかったらみんなにも見せられるように OK してほしい。じゃあ待ってるね。See you next time.